アンニョン、パックンです。日本って住めば住むほど好きになる国、そう思ってる方多いんじゃないでしょうか。僕はそう思います。マナー良くて、治安良くて、趣味も楽しみやすい。でも、16年間も日本に暮らしていたある韓国人の方が、ついに日本生活をやめたと言いました。そんなに長くいたのになぜ？理由は3つらしいですね。一つ目、スピード感が合わない。二つ目、人間関係が合わない。三つ目、ホームシックに負けたということ。この動画を見ると自分に合う環境の大事さがわかるはずです。まず一つ目は、待てない人には日本生活が大変だったという話でした。彼の最初の試練は銀行口座の開設。韓国なら番号札を取って30分もあれば開設完了。でも、この方の場合、日本では漢字での手続き申請、本人確認、長い待ち時間。しかもキャッシュカードは即日受け取れず、後日で郵送。結果、通帳開設、カード到着まで10日間ぐらいもかかったと言います。ようやく届いたカードでゲームを使えた瞬間、僕は本当に感動して泣きそうになりましたと彼は語っています。でもそれだけでは終わりません。携帯電話の契約では待機30分で契約が1時間。店員さんが契約の中身を目の前で朗読してくれたそうですが、もう親切すぎるけど途中で正直ちょっと眠くなったと苦笑い混じりの本音も言いました。さらにインターネット回線の開通は下見、見積もり、工事、機器郵送、接続完了というプロセスで最終的にネットが使えるまでに約1ヶ月。彼はこう語ります。韓国なら電話1本で次の日に設置が普通なのに日本では待つことが生活の一部なんだなと実感したとのこと。でもここで誤解してほしくないのは彼は日本のこうした丁寧な対応自体を悪いとは言っていません。むしろ本当にショックを受けるほど親切な対応だったと語っています。まだ彼は急ぎで対応しなければならない立場では死んでいくでしょうと語ります。そう。韓国ではスピードが重視されているから、それを提供している側としては大変な瞬間がたくさんあるでしょうね。ただし、彼は今すぐ答えが欲しい、効率が全てという考え方の人だったようです。この日本での丁寧さがむしろ彼自身にとってはストレスになってしまう。それが彼が感じたマッチのしなさ、合わなさだったのです。日本が悪いとか言ってるわけではなくて、ただスピードが命だっていう韓国式に慣れた彼には日本のテンポが肌に合わなかった。でも彼の言葉で印象的だったのは、待つことの大事さを理解するに日本は良い環境かもしれないという一言。急がないからこそ見えてくるものがある。時間がかかるからこそ感動が深くなる。とにかく早く動く。次のことを急いでやる。そんなある意味韓国らしさを一旦忘れること。日本の秩序とスピード感に馴染めること。それが日本生活の合う合わないを決める最初の鍵だったかもしれないですね。二つ目は、心が通じないと感じた瞬間があったらしいです。笑ってたのに心を遠かったと彼は感じているらしいですね。次の壁は、そう、人間関係の見えない壁ですね。日本人との会話、最初はとても丁寧で親切で礼儀正しい。やっぱり日本人って優しいなと思っていたそうです。でも、ある日、こう思ったと言います。あれ？この人、本当はどう思ってるんだろう？例えば、自分の話にうなずいていた友人が、後から別の態度をとっていたり、一緒に笑っていたのに、急に連絡が切れてきたり、韓国だったらどうかっていうと、不満があったら直接ストレートで言う。嫌なことがあっても、その場で話して、喧嘩して、仲直りできる。でも、日本では相手を傷つけないことが最優先される。その結果、本音がどこにあるのかわからなくなってしまう場合があるんですね。彼はこう言います。特に40代以上の日本の方々にこのギャップを何度も感じたらしいですね。20代の若い人たちはむしろストレートだったけど、年上世代は本音が読めない、本当に何を思っているのか読めないことが多数あったと彼は言います。中でも一番辛かったのは、親しくなった日本人に対しての感覚ですね。彼は好意を伝えようとして相手も笑って応じてくれていたように見えたらしいです。でも実際は違った。それはただの社交的な態度だったのですね。彼はこう語ります。僕は心を開いた。相手もそうだと思った。でも蓋を開けてみたら自分が勘違いしていただけだったと
彼は言います。ここで僕の解説も挟みます。これは日本の人が冷たいって話ではないと思いますね。むしろ相手に気を使って嫌われないようにだったりとか、円満に解決できるように接する日本文化があるからこそ、この誤解は生まれてしまうと思います。日本人にとってにごやかに対応することは最低限のマナー。でもそれが海外の人には心を開いてくれたと映ってしまう。この文化の認識の違いは言葉じゃ説明できないぐらい深い。日本に来るまで数十年間、もう2、30年間近く異なる環境で異なる価値観で生きてきましたから、僕自身も何度もこうした誤解に悩んできました。でも日本の文化はそういうものなんだと理解できるようになった時、違うのではなく、良い悪いのではなく、価値観が異なるだけなんだと、少しだけ自分の中の考え方がうまくできるようになった気が僕はしていました。で、3つ目の話はですね、彼はホームシックになったらしいです。16年間日本に住んだ彼が、やっぱり僕には合わなかったと感じた最後の決定打はホームシックだったらしいですね。彼はこう言います。女性にホームシックを感じる人が多いって言うけど、僕も例外ではなかったと。むしろ3ヶ月おきに波のように襲ってくる感覚だったと彼は言います。日本に来る多くの韓国人は20代、両親のいない家で突然完全な一人暮らしをしないといけない。料理、洗濯、掃除、役所の手続き、病気になった時の対応、全部自分一人でやらなきゃいけない。最初の1ヶ月は旅行気分で乗り切れるんですよ。でもそれが過ぎると孤独がじわじわと染み出してくる。しかも忙しいからこそ厄介ですね。留学生なら授業やレポート、社会人なら朝から満員電車に揺られ、帰ってきたらクタクタ。でも家に帰っても誰もいない。ご飯の湯気もない。話しかける相手もいない。それが1日、3日、1週間と続くと限界が来る。彼はこう言います。ある日熱が出た時、ポカリを買ってきてくれる人がいないのが一番大変だったと。仕事でミスして落ち込んで帰ってきても話す相手がいなくて、布団の中でスマホを握って泣いたこともあった。そして彼が韓国では遭遇しなかった衝撃的な出会い。そう、ゴキブリですね。もちろん韓国にもゴキブリいるんですけれども、彼が韓国で、ゴキブリ会ってなくて、日本でたまたま会ったっていう話ですね。彼がそれに遭遇したのは来日して3日目の夜だったらしいですね。黒くて早くて意味がわからなかった。このペースで毎週出るなら帰国するしかないと思ったと彼は語ります。多分家ガチャが間違ったんでしょうね。こうした地味で静かなストレスが日々積み重なっていく。その蓄積がある日ドカンと心の中で爆発する。しかもその爆発は誰にも気づかれない、親にも友達にも楽しくやってるよとしか言えないのですね。ここで僕からも一言。正直日本で暮らしていると嬉しいけど寂しい瞬間ってありました。人々は親切、草野球が楽しめる、お寿司も美味しい。でも家に帰ってくると一人になります。そう、結局一人。一言も話さず夜を迎え、そして次の日の朝を迎える。自分で選んだ道なのは分かっているつもりでした。でも避けられない寂しさが、だからこの彼の体験は彼が韓国の温度感に慣れていたからこそ生じた懐かしさだったとも言えるかもしれません。彼も最後にこう語っていました。なぜ日本に来たのかを思い出すこと。そして文化を理解することで自分も成長できると信じること。最後に一番大事な話をします。結局、どの国が最高かなんて答えはないと思っています。日本がダメとか、韓国が最高とか、彼はそういったことを話したいと僕は思っていないんですね。大事なのは、その国が自分に合うかどうか。僕自身は日本という国にすごく感謝しています。生活のリズム、価値観、人との距離感、すごく自分に合っていて、生きやすいと感じているからです。日本で出会った人々、そして視聴者の皆様との出会いにも感謝しております。でも今回紹介したように合わない人がいるっていうのも事実です。それは日本が悪いっていう話ではなく、何度も言ってみますが、ただ相性が良くなかっただけ、これは国に限った話ではないかもしれません。学校でも職場でも趣味でもどこが一番いいかよりも自分と合うか合わないかで考えてみる。
そんな視点を持てたら、もっと生きやすいんじゃないかなと思いながら、今日の話を紹介しました。皆さんどうですか？日本での生活は皆さんに合っていますか？合っているならもう最高ですね。僕も合っています。こんな風に日韓のリアルな違いや文化の話に興味がある方は、チャンネル登録をして、また一緒に深掘りしていきましょう。以上、パクンでした。アンニョー。